視察当日、あなたは来なくていいから。社員を集め、本社からの視察団来訪を告げた部長が突然俺にそんなことを言い出した。本社の役員の人たちにあなたのような無能で底辺な人間を合わせられるわけないでしょ。暴言を吐き捨てて俺をきつく睨みつける。まさかこんなことまで言われるなんて思ってもいなかったことだ。だが反論しても無駄だろうということは分かっている。部長とはまだ短い間しか一緒に仕事をしていないが、周囲への気遣いの心が皆無であること、何よりも独りよがりの考え方で人の意見など聞かない人間だと分かっている。それは俺だけじゃなくてみんなが感じていることだろう。なのでここで嫌だと反論しても結局は同じことだろうと思ったので、俺は部長の言葉を素直に聞き入れることにした。わかりました。おっしゃる通りに当日は欠席いたします。俺が頭を下げると部長はニヤッと笑ってこっちを見ていた。自分の指示におとなしく俺が従ったのでとても満足そうだ。その小さく醜い満足感のためとんでもないしくじりを犯しているとも知らずに、俺の、いや、部下全員の怒りは沸点に達し、我慢の限界に達していた。俺の名前は橋本和夫。高卒で社会に出て複数の職場を転々とした後に今の会社の支社に落ち着いて勤務している。趣味というものも特になく、日々職場と家との往復の生活を送っているのが現状だ。ただもう50を過ぎているし、刺激がある日常よりも平穏無事に日常を得ることができたら何も言うことはないと思っている。職場では現在主任を務めている。この年齢で主任というのは世の中的に見れば物足りないものかもしれない。けれど俺自身はこの肩書きに特に不満などはなく十分に満足している。スムーズに仕事ができるようにとみんなと一緒に意見交換や相談などしながらお互い思いやりを持って取り組んでいる職場なので、俺にとってはとても仕事がしやすい環境なのだ。しかしそんな平穏な日々に変化が起こった。ある日中途採用で椎名優子という女性が入社してきたのだ。椎名さんは前の職場で上司のミスを指摘しクビになったともっぱらの噂なのだけれど、本当のところはよく分かっていない。一緒に仕事をしてみると椎名さんはかなり仕事のできる人で優秀であることが分かった。だけど一つだけ気になることがある。ねえ、君。え、俺ですか？そうよ。この資料まだできてないの？すみません、まだですが。まったく、遅い。いいわ、私がやるから。いや、でも、もう少しで終わりますが。あなたはこっちの資料をまとめておいて。これなら簡単でしょ？はい、了解しました。椎名さんは部下など目下の人たちにはかなり当たりや口調が強く、配慮や思いやりなどは感じられない対応をする人で、名前さえも覚えようとしなかった。そのせいもあってみんなの反感を買うようになってしまい、なんだかギスギスした空気を感じるようになる。それは今まではあんなにも明るく平穏な職場だったのにとすごく寂しく感じてしまうほどであった。そこで俺は主任として椎名さんに周りとの接し方について考えてもらえないか話をした。椎名さん、もう少し相手を思いやったやりとりを心がけてもらえませんか？じゃないと。
はあ？何よそれ。そんなこと考えるくらいなら、どう効率的に仕事の成果を上げられるか考えた方が100倍マシだわ。そうでしょうか。私はね、友達を作りにここに来てるわけじゃないの。仕事をしに来ているのよ。私に意見しないで。椎名さんには改善しようという思いが全くなく、こちらの意見に耳を傾けようという意志がみじんも感じられない。こんな様子では何を言っても仕方がないだろう。そこでもう少しだけ様子を見ることにしたのだが、これが良くなかったのかもしれない。椎名さんは周りに口調や当たりが強いのだが、やはり優秀なので上からの期待は大きく、一大プロジェクトを託されて見事に結果を出した。それにより椎名さんはあっという間に部長にまで上り詰めてしまったのだ。そして部長になってより一層周りに厳しく激しく接するようになった。仕事が遅いなど不出来な人間には容赦がなく厳しかった。ねえ、もっとテキパキと要領よくできないの？こんなこともまともにできないなんて何しに来ているのよ。はい、すみません。まったく、とんだ給料泥棒よ。恥を知りなさいよ。などと暴言を吐き散らすようになっていっていき、ますます周りとの距離が広がっていった。それでも椎名部長は自分中心に身勝手な行動をすることをやめなかった。ねえ、前から言ってるんだけど、いかに効率よくできるかが今後の仕事にも影響してくるのよ。何か改善案はないの？いいものはすぐに実行よ。確かに効率よくは大事ですが、でもそればかり重視していても。バカね。何そんな甘いこと言ってるのよ。そんなんだから仕事ができないんじゃないのよ。そんなことそこまで言わなくても。はあ、ほんと嫌になるわ。対立が強まれば強まるほど、周りも椎名部長のやり方や態度に拒否反応が生まれる。彼女をどうしても受け入れられずに周囲も反発するばかりで、なかなか思い通りに進まなくなった。そしてそんな周りとうまく連携が取れないイライラを椎名部長は俺にぶつけ始めた。はあ、ねえ主任、あなたがきちんとまとめられないからこんなことになるのよ。全部あなたの責任だからね。いいわね。はい、申し訳ありません。以後気をつけて対応いたします。椎名部長は俺が素直に頭を下げて謝ると、ちっと舌打ちをしてヒールの音をカツカツとさせながら立ち去った。ことが進まないのを全部俺の責任にされても困るのだが、そんな思いが通じるはずもなく、椎名部長は日々ストレスを募らせ、それにより俺への当たりも強くなる。異常なまでにきつく、敵意をむき出しにしては俺に噛みついてきた。主任、これ早くって言ったでしょ。何してるのよ。はい、すみません。すぐにやります。とろいわね。しっかりしてよね。申し訳ありません。そんなんだから50過ぎても主任止まりなのよ。無能よね、まったく。俺に暴言を浴びせ、自分のストレスのはけ口にするのがお決まりになっていった。業務上でも急ぎでもないものをあえて急ぎで出させたり、逆に急ぎなのを期限ギリギリでよこしてきたりと、無茶難題を押し付けてくる。俺はこのままではダメだとかなり心配になっていった。椎名部長のように人を怒鳴り散らして言うことを聞かせようとしても萎縮してしまうか、一緒になって怒鳴り合っては険悪になるだけに過ぎない。
何も変わらないし、いつまでも分かり合えないままになるだろうと俺は思っている。これから本当によりよく共に仕事をこなしていけるのかが不安で心配がさらに強くなるばかりだった。そんなとある日に椎名部長が大事な話があると朝礼で話し出した。今度、本社の方から視察団の役員の人たちがお見えになるので、しっかりと対応するように。ヘマなんてしないでちょうだいよ。いいわね。そう声を張り上げた後、椎名部長はみんなの前で俺にとんでもないことを言ってきた。主任、そういうことだから、あなたはその日は来なくていいから。え、それは他に何か別の仕事でも？違うわよ。欠席ってことよ、欠席。なぜ欠席なのでしょうか？そんなの決まってるじゃない。あなたが無能で底辺な人間だからよ。本社の役員の人たちにあなたのような人を会わせられるわけないでしょ。少しは考えなさいよ。暴言を吐き捨てて俺をきつく睨みつける。まさかこんなことまで言われるなんて思ってもいなかったことだ。だが反論しても無駄だろうということは分かっている。椎名部長とはまだ短い間しか一緒に仕事をしていないが、周囲への気遣いの心が皆無であること、何よりも独りよがりの考え方で人の意見など聞かない人間だと分かっている。それは俺だけじゃなくてみんなが感じていることだろう。なのでここで嫌だと反論しても結局は同じことだろうと思ったので、俺は椎名部長の言葉を素直に聞き入れることにした。わかりました。おっしゃる通りに当日は欠席いたします。俺が頭を下げると椎名部長はニヤッと笑ってこっちを見ていた。俺は椎名部長のその顔を見て視察の日が何事もなく終わればいいなと祈る思いだった。そして迎えた視察当日、俺は椎名部長に言われた通り会社を欠席したので家でゆっくりとしていた。すると一本の電話がかかってきた。椎名部長からだ。俺がすぐに電話に出るとすごい怒鳴り声が聞こえた。ねえ、何なのよ。椎名部長、そんなに慌ててどうなさいましたか？主任、どうもこうもないわよ。今日会社に誰も来ていないのよ。あなたが何かみんなに吹き込んだんでしょ。なんとかしなさいよ。いえ、私は何も。ただ。そこで一度言葉を切り、わずかにもったいぶってから椎名部長の知らぬところで起こっていたことを教えてやった。みんなが言うには自分たちは私よりも無能だから欠席すると言ってました。自主的のようですよ。はあ？何それ？そんなバカなことがあるわけないでしょ。もういいわ。とにかく視察の方々が来てしまう。あなただけでも出社してきなさい。わかりました。すぐに出社します。急いで。そう言うと椎名部長は勢いよく電話を切った。俺はすぐに身支度を整えて会社へと向かった。会社に到着すると椎名部長が何やらイライラした様子でどこかに電話をかけていた。もう一体何なの？みんなどういうつもりでこんなことを。なんで出社してこないのよ。どうやら椎名部長は社員に出社してくるようにと電話をかけまくって断られているようだった。部長、おはようございます。俺が挨拶すると椎名部長はようやく俺の姿に気がつき怒鳴り声で言ってきた。主任、あなたもみんなに出社するように電話をかけなさい。いいわね。まったく私の指示を聞けないなんて
今日がどんな日か知ってるのになんでよ。椎名部長は思い通りにならない状況に苛立ちを隠せずにいた。確かにこんな大事な日に社員たちが誰もいないなんてことを視察団の人たちが見たら異常なことだと思うに違いないだろう。それで焦り、視察団がこの部署に来るまでに何とかしなければとしていた椎名部長であったが、その努力も虚しく、視察団の方たちが俺たちのフロアにやってきた。椎名部長は苛立ちを抑えながら笑顔で視察団の役員の方たちに挨拶する。お疲れ様です。皆様、本日は大変お忙しいところありがとうございます。深々と頭を下げる。すると視察団の一人がその横をすっと通り過ぎて、俺に気づいて親しげに挨拶をしに来てくれた。おお、カズオ、久しぶりだな。元気だったか？ああ、なんとか元気でやっているよ。そうか、どうだ？こっちは大丈夫か？順調か？まあ。カズオがいるから大丈夫だろうと思って安心しているよ。けどまあ、本当は一緒に仕事がしたいんだがな。ありがとう。すまないな。まったくだよ。お互い笑顔で肩を叩き合う。久しぶりの嬉しい再会に、俺は視察だということを忘れてしまいそうになり、慌てて引き締めた表情へと戻すことにした。一方、椎名部長といえば、俺が視察団の役員と親しげなやりとりをしているのを見て、目を丸くして驚いている。どうして？一体あなたは何なの？なんで主任ごときが役員の人たちとそんな親しげに会話なんてできるのよ。何なのと言われましても、私はもともと本社に勤めていましたので。はあ？本社に？あなたが？はい、そこでとても評価していただいて、それでこの支社の立て直しのために派遣できているんですよ。俺がここにいる経緯を椎名部長に説明すると、椎名部長はさらに驚いていた。じゃあ役職につけるくらいの力あるんでしょ？なんで主任なんてポジションにいるのよ。普通だったらもっと上に行きたいと思うものでしょ？まあそうなんですが、言ってしまえば単なる俺のわがままですね、これは。俺が言うと椎名部長はわけがわからないといった表情で俺を見ていた。わがままって何なのよ、それは。椎名部長のように上へ上へと野心をむき出しの人たちにとっては、俺の行動が理解できないのも無理はないのだろう。もちろんそれはそれでいいことだと思っている。だけど俺の価値観はそことは別にあった。この子会社の立て直しに成功し、そのまま残留することが決まった時、俺には部長クラスの役職が用意されていた。だけど俺は社員とより近くで意見を聞いたり、悩みを相談したりできる間柄で仕事がしたいと思っていたので、俺のわがままで主任という立場を希望したのだ。もちろん古くからいる他の社員たちは本社からの立て直しで俺が来ていることを知っている。だが椎名部長は最近来たばかりだったので、そこまで把握はしていなかった。椎名部長は自分に必要のないことは話も聞かないし、関わろうともしなかったから、誰一人として伝えることができなかったのだろう。視察団の役員の人たちは部署内に社員がいないことを見ると不思議そうに小首をかしげ、椎名部長を見た。椎名部長。はい、何でしょうか？どうして和夫以外の社員は誰も出社していないんですか？他の場所にでも行っているんですか？
はい、それはつまり。椎名部長はしどろもどろになってしまい、この状況を説明することができずにいる。今にも泣き出しそうな、暴れ出しそうな、そんな様子だった。そんな椎名部長を見て、俺が代わりに視察団の役員の人たちに説明を始めた。皆さんすみません。他の社員は来ていないんです。え、和夫、それはどういうことなんだ？主任である私の口から言うのも恐縮なんですが。あ、主任。椎名部長が慌てて割って入ろうとするが、視察団が一別して黙らせた。関係ないよ、話してくれ。はい、みんな椎名部長の仕事のやり方に思うことがあるようで。椎名部長の？視察団が椎名部長の方に視線を向けると、椎名部長は体をビクッとさせて下を向いてしまった。視察団の役員の人たちは俺の話にみんなきょとんとした表情をしていたが、俺は構わずに話を続けることにした。椎名部長はとても仕事ができて誰よりも優秀です。本当に素晴らしいのですが、共に仕事をこなしていく上では欠かせないことが欠如しています。欠かせないこと？何なのよ、それは。助け合うことです。助け合いですって？はい、お互いを認め合ってこそより良い仕事ができると思っています。他の社員も同じ思いです。私から見て椎名部長にはそれが感じられず、すごく残念です。平社員だろうと役職を持った人でだろうと、人に対しては気遣いや思いやりある対応は絶対だと俺は思ってここまで来た。一緒に働く者同士だからと投げやりな態度でいるのではなく、同じ部署にいるからこそ誠実な思いを込めて接することが大事だと思う。それは他の社員たちも俺と同じ気持ちでいてくれたのだ。なので椎名部長に俺が欠席しろと言われるのを聞くと、いても立ってもいられなかったようで、みんな主任が欠席するなら自分たちも欠席すると言い出したのだ。もちろん俺は止めたのだけれど、みんないろいろな思いがあったみたいで、結局は欠席することを選んだのだ。みんなで椎名部長のメンツを潰しにかかってこんなことになっているのが今回のことの真相である。俺の言葉に椎名部長はただ黙ったまま俺をきっと睨みつけた。視察団の人たちは社員がストライキを起こすほどの状況になっていることに心底驚いていた。それもそのはずだろう。椎名部長は部署以外の人たちや役員の人たちの前では冷静に対応し、優秀で仕事に関しては抜けがないほど完璧にこなしていたからだ。だから大きなプロジェクトまで任され部長にまでなった。だけど、だからこそ周りからの信頼がなければ始まらないのだ。それは共に仕事をする人たちだったらなおさらのことだ。俺の話を聞いて視察団の役員の人たちも何かを察してくれたのだろう。椎名部長、このことは追って連絡をします。それまでは自宅待機でお願いします。いいですね。そう言われると椎名部長はただ黙ってうなずいていた。俺はそっと椎名部長の顔をちらっと見ると、悔しそうな顔で俺を見ていた。その後、俺の話を聞いた視察団の役員の人たちは椎名部長の指導体制に疑問を持ち、話し合いが行われたようだ。そして調査した結果、行き過ぎた指導があることが判明したのだ。このことで椎名部長は降格処分になり、配属先も変更が決定した。
椎名部長はまさか中年の冴えない主任にこんなに悔しい思いをさせられるとは思わなかっただろうし、ましてや役員と親交があるとは夢にも思わなかったようで、非常に悔しがり、そして妬ましくも思っているようだった。だからなのか、この状況になっても椎名元部長は反省も改善も全くしなかった。それどころか椎名元部長は激しく反論したそうだ。私には全く非はないし、落ち度なんかないのよ。私はあいつにはめられたの。騙されたのよ。もう信じられない。悔しい。などと、俺にとっては全く身に覚えがないことを移動先で騒ぎまくっているようで、その言動がまたも問題があると指摘されてしまったのだ。それからも椎名元部長のヒステリーは収まることがなかった。移動先の同僚も心配して心身ともに疲れているのだろうと、病院でゆっくりと見てもらったらいいと提案したそうなのだが、その優しさ、思いやりも椎名元部長は素直に聞くことはなかった。暴言や態度がますますひどくなって、誰も手も足も出ない状況になってしまい、結局何の反省も改善も試みない椎名元部長は最終的にはクビという形で解決されることになった。仕事ができただけにすごく残念でならない。もっと分かち合う気持ちと優しさを持っていれば、きっと良き上司になっていたのだろうと思う。椎名元部長が今後はどんな道をたどり、どんな人たちと関わっていくかは俺にはわからないし、知ることもないだろう。だけど、孤独になることなく、共に協力していけるような気遣いがある対応できる人に成長してもらえたらいいなと、俺はひっそりと祈っている。上の立場だとか優秀だということにあぐらをかいて、命令や暴言ばかりで言うことを聞かせてもその場しのぎにしか過ぎない。会社は個々で頑張ることはもちろんあるけれど、チームワークでできていて、それがとても大事なことだと俺は思っている。助け合って支え合うことができれば、相手も自分もストレスを持つことも少なくなり、お互いを高め合うことができて、次の仕事もうまく結果を出していけるだろう。その後、椎名元部長が去ってしまったので、部長の席が空席になった。俺には、ぜひ部長の席に、とたくさんの人たちから推薦され、要望があったのだが、丁重に断りを入れた。嫌だからとか、責任が重くなるからとかではない。どんな立場だろうとも仕事をする上では責任はある。周りには優秀な人材がたくさんいるのだ。ただ俺は今まで通り主任という立場でみんなと仕事をしていきたいと思ったからに過ぎない。これからも俺はみんなが困っていたり助けを求めたりしたらすぐに対応してあげられる上司でいたいと思っている。もちろん物事を成し遂げていく上でうまくいくことばかりとは限らない。誰だって失敗することも戸惑うこともあるし、新人ならなおさらに不安や心配がたくさんあると思う。そんな時に責めたり怒鳴ったりすることはしないようにと決めている。頼りないかもしれないが、共に解決策を考え、共に学び励まし合って乗り越えていければと思う。俺は何も取り柄のない冴えない男だけれど、仕事に対しては誇りを持っている。ひたむきに一つ一つまっすぐに、みんなと共に頑張ることをモットーに仕事に対しての誇りと責任を忘れずに、穏やかにかつ情熱を心に秘めて取り組んでいこうと、俺は改めて決心したのだった。